こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日はどこに行くかというと、アフリカの東に浮かぶ神秘の島国、マダガスカルなのだ。実はマダガスカル、世界で4番目に大きな島国なのだよ。そして、もっとすごいのは、そこに生息する動植物の約9割が、マダガスカルにしかいない固有種なのだ。キツネザルやカメレオンの種類がとっても豊富なのだし、あの有名なバオバブの木もたくさん見られるのだ。本当に不思議な場所なのだね。今日はそんなマダガスカルから、とっておきのニュースを全部で5つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。なんと、128年間も行方不明だった、トエラ王と2人の軍事長の頭蓋骨、カベソ。ついに故郷のマダガスカルに凱旋したのだ。これは本当に歴史的な出来事なのだよ。フランスから返還されたカベソは、マダガスカル国内をめぐって、昨日ついに故郷のベロ、シュル、シリビヒナに到着したのだ。街は熱狂のお祭り騒ぎで、何千人もの人々が歌って踊って、夜遅くまで喜びの叫びが響いたのだ。住民にとって、カベソはただの遺物じゃなくて、先祖の王様が帰ってきたみたいに、みんな大歓迎しているのだね。これから始まる新しい歴史に、ずんだもんもワクワクするのだ。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録もぜひよろしくなのだ。さあ、みんなで一緒にマダガスカルの最新ニュースを見ていくのだ。皆さん、こんにちは。今回は、インド洋に浮かぶ神秘の島、マダガスカルをご紹介するのだ。アフリカ大陸の東沖に位置する世界で4番目に大きな島国で、その首都はアンタナナリボという町なのだ。人口はおよそ2800万人。かつてはマルガシ王国という独立した王国だったけれど、19世紀末にフランスの植民地となり、その後1960年に独立。現在は共和制の国なのだ。マダガスカルといえば、なんといっても豊かな自然が魅力的なのだ。島の動植物の約9割が固有種と言われていて、キツネザルやバオバブの木など、ここでしか見られないユニークな生き物たちが暮らしているのだよ。主要な産業は農業で、バニラやコーヒー、クローブなどが有名。特にバニラは世界的なシェアを誇っているのだ。鉱物資源も豊富で、ニッケルやコバルトなども採掘されているのだ。文化的には、アフリカとアジア、そして独自の要素が混ざり合った多様性が特徴で、独自の音楽や儀式が今も息づいているのだ。最近では、この貴重な固有種や自然環境を守るための活動に世界中から注目が集まっているのだ。気候変動の影響も大きく、持続可能な開発が重要な課題とされているのだよ。独特な生態系と文化が息づくマダガスカルは、私たちに多くの発見を与えてくれる、本当に魅力的な国なのだ。一つ目のニュースなのだ。サッカー、2026年ワールドカップ、バレアに希望再燃、という記事なのだ。みんな、聞いたのだ。サッカー2026年ワールドカップ予選で、マダガスカルのバレアチームに希望が再び輝いたのだ。モロッコのカサブランカで行われた第7節で、バレアは中央アフリカ共和国に2対0で圧勝したのだ。これで予選通過に向けて、どんどん勢いに乗っているのだ。バレアは以前、アフリカネーションズ選手権で歴史的な快挙を成し遂げたチームに続き、代表もワールドカップ予選で新たな勝利をつかんだのだ。すでに初戦で4対1と大勝しているから、コアランタン、シルバ、マルタン監督率いる選手たちは、中央アフリカのファウブス相手に圧倒的な強さを見せつけたのだ。試合はマダガスカルが最初から優勢に試合を進めたのだ。前半18分にはハダリーラ・ヘリナイナ選手がクロスシュートでゴールを狙ったのだ。そして45分プラス2分、新しい選手であるバランシ NAC のハダリー選手からの絶妙なパスをローザンヌ、ウシーノカディ、オーレン選手がハーフボレーで見事に決めて先制点を挙げたのだ。後半に入ってもバレアの優勢は変わらなかったのだ。59分には
プーナ FC のアルノー選手がまたしてもハダリー選手のアシストを受けて追加点を決めて2対0にしたのだ。監督さんも64分以降に交代選手を投入して新しい選手たちを試すなど試合をコントロールしていたのだ。中央アフリカは終盤に何度かチャンスを作ったけど得点には結びつかなかったのだ。同じグループの別の試合ではチャドが強豪ガーナと1対1で引き分けたのだ。この結果我らは暫定的に勝ち点13でグループ2位に浮上したのだ。首位のガーナを勝ち点3差で追いかけるのだ。次の試合は月曜日にまたカサブランカの同じスタジアムでチャドと対戦する予定なのだ。この調子でどんどん勝ち進んでワールドカップ出場を決めてほしいのだ。我ら頑張るのだ。2つ目のニュースなのだ。オトエラのカベソベロシュールチリビヒナでの凱旋歓迎という記事なのだ。なんとマダガスカルのベロシュルチリビヒナに128年間も行方不明だったトエラ王と2人の軍事長のカベソ頭蓋骨がついに故郷に凱旋したのだ。これは本当に歴史的な出来事なのだ。カベソはフランスから返還されマダガスカル国内を巡る長い旅を経て昨日メナベ地方のベロシュルチリビヒナに到着したのだ。町は地区中から集まった人々で大混雑しホテルは満室になるほどの熱狂ぶり。伝統的なパレオランバファーに元舞踊に売れ町全体がお祭りムードだったのだ。カベソはアンタナナリボでの追悼式典後国内を巡り各地で儀式が行われたのだ。昨日朝はバオバブの並木道を抜けチリビヒナ川へ川を渡る前後に祝福の儀式があり何千人もの若者に護衛されたカベソはサカラブア族の長老たちに担がれ王族の聖域ソンバまで運ばれたのだ。ソンバの入り口では厳かな雰囲気と人々の歓喜が入り混じり花火が打ち上げられたのだ。夕日が沈む中何千人もの人々がカベソの到着を歓迎し歌や踊り喜びの叫びが夜遅くまで響いたのだ。この出来事には深い歴史的文化的意味があるのだ。トエラ王は19世紀末にフランスの侵略に抵抗し1897年の戦いで2人の軍事長と共に命を落としたサカラブア族メナベ地方の統治者なのだ。その頭部はフランスに戦利品として持ち去られ保管されていたのだ。カベソの帰還はラジョエリナ大統領の約束の実現でありフランス側にとっては2023年施行の人骨返還法の最初の適用例。両国にとって重要な一歩なのだ。住民にとってカベソは単なる遺物ではなく先祖の王が帰ってきたようなものなのだ。町全体が巨大な祭り会場と化しサカラブア族の長老も言葉にできないほどの喜びトエラ王の帰還は祝福なのだと語ったのだ。そして今日大統領がカベソ家族とサカラブア族に正式に返還するのだ。これによりトエラ王の子孫やサカラブア族全体にとって新しい歴史のページが開かれるのだ。カベソがないためにできなかったフィタンコハのような先祖を称える儀式もこれからはできるようになるのだ。王家はその後遺骨をアンビキーの墓に納める時期を決めるのだ。3つ目のニュースなのだ。バスケットボール男子 N1 アンペア COSPN が NGB いた C 相手に鮮烈デビューという記事なのだ。バスケットボール N1 アンペア全国大会の開幕戦で COSPN チームが NGB いた C を 1-0 に5-5でなんとダブルスコアに近い大差で破ってみんなに強い警告を発したのだ。これはすごいのだ。試合は9月4日パレスポールで始まったのだ。広い会場なのに始まる頃にはたった50人くらいの観客しかいなくてちょっと寂しかったのだ。でも選手たちはそんなこと気にせず白熱の試合を見せてくれたのだ。COSPN は第1クォーターからリードを奪いビビオ選手が7ポイントマルコ選手が6ポイントと大活躍して2-1 1-3で優位に立ったのだ。第2クォーターでも COSPN の勢いは止まらず
リビオ選手はハーフタイムまでに14ポイントも稼いだのだ。NGB はサンボ選手が頑張ったけど、なかなか得点できなくて、ハーフタイムの時点で COSPN が46、26と大きくリードしていたのだ。後半も COSPN の圧倒的な強さを見せつけたのだ。第3クォーターが終わる頃には8-9、4-2になって、もう勝ちは決まったも同然だったのだ。みんなで100点超えを目指したら、試合終了1分前にマルコ選手の3ポイントシュートで見事達成。最終的には 1-0 に5-5という本当に圧倒的なスコアで COSPN が勝利したのだ。試合後、COSPN のコーチ、トジヨ、ラサモエリナさんは、開幕戦は難しいけど、良いスタートを切れたのだ。これからも試合ごとに改善していくのだ。って言っていたのだ。NGB のコーチ、ジョゼフ・ラマロタフィカさんは、優勝候補との対戦は大変だったのだ。選手の体格差でリバウンドが取れなかったのが課題なのだ。で、正直にレベル差を認めていたのだ。この COSPN の圧倒的な勝利は、今年の N1 アンペア大会がとても激しい戦いになることを予感させるのだ。でも、こんなにすごい試合なのに、立派な会場に観客が少ないのは、少し不思議な状況なのだ。もっとたくさんの人が見に来てくれるといいのだ。4つ目のニュースなのだ。ジョエリー・ケリーのワンマンショー、ミセホ・マイレイ、マダガスカルに先駆けパリ上陸という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。人気のコメディアン兼インフルエンサー、ジョエリー・ケリーさんが新しいワンマンショー、ミセホ・マイレイをパリで披露するのだ。10月4日にテアトル、トラベルシエールで上演されるのだ。ジョエリー・ケリーさんは、マダガスカルの人たちにすごく人気があって、Facebook では50万人以上のフォロワーがいるすごい人なのだ。このパリ公演の後は、2026年初めにはマダガスカルでも公演する予定なのだ。まだ具体的な日程は決まってないけど、地元の人たちとの協力で実現するのだよ。今回のショー、ミセホ・マイレイでは、フェミニズムや家父長制、男性性、そして毒性のあるポジティブ思考、高齢化や不倫といった社会や今の時代のいろんなテーマを取り上げるのだ。普段は C、S と D いうジョーリーというページでいろんなキャラクターを演じているけど、今回はそれらを使わずにもっと直接的で個人的なパフォーマンスを見せてくれるそうなのだ。彼自身の経験や周りの人たちとの出会いから感じたことをもとに、社会や日常生活をユーモラスに観察して語るのだ。シンプルで飾り気のない物語で笑いを届ける彼ならではのスタンドアップスタイルを大切にするのだ。ジョエリー・ケリーさんはパリに住んでいるけど、マダガスカルとのつながりは決して忘れてないのだ。ショーの中にはマダガスカルの文化的な要素をたくさん盛り込んだり、SNS を通じてファンのみんなと積極的に交流しているのだ。今回のパリ公演には他のマダガスカル人コメディアンやインフルエンサーも集まる予定なのだ。このミセホ・マイレイはツアーの最初の一歩なのだ。マダガスカルのスタンドアップコメディが国際的にも地元でもますます注目されていることを示す大切な公演になるのだね。5つ目のニュースなのだ。交通違反 RN6 号線で検定隊が警戒強化という記事なのだ。アンチラ7の検定隊は RN6 で交通違反が増えているから警戒を強めているのだ。みんなが安全に道を使えるように予防策と安全対策を導入しているのだ。最近 RN6 のアンバンジャからアンチラ7までの道路工事が終わって道はすごく走りやすくなったのだ。でもそれがかえって問題で、たくさんのドライバーがスピードを出しすぎたり交通ルールを破ったりするせいで危険な運転が増えているらしいのだ。せっかく道が良くなったのにかえって事故が増えるなんて困ったことなのだ。この状況にどうするかっていうと、検定隊は事故を減らすためにみんなに安全運転を呼びかける活動をたくさんしているのだ。速度超過や過積載のチェックだけでなく、
特に夜道で見えにくい荷車にすごく気をつけているのだ。パートナーからもらった反射板を無料で配って、荷車がライトに照らされた時にピカッと光るようにして事故の危険を減らしているのだ。これはすごくいいアイデアなのだ。あと、新しい道路を傷つけないために鉄製の車輪はもう使っちゃダメなのだ。タイヤに切り替えることになったのだ。もし言うことを聞かないと、啓発期間が終わった後には荷車が差し押さえられちゃうような厳しい罰則もあるらしいのだ。貨物トラック、特にカート、麻薬植物を運ぶ車両には新しいルールが適用されるのだ。時速 60km を超えないようにしたり、ちゃんと整備したり、荷台からはみ出して積んだりしないこと、それから荷物と一緒に人を乗せるのは絶対に禁止なのだ。これらは命に関わる大事なルールなのだ。それから、検定隊は環境保護も忘れてないのだ。気候変動で伸びが増えているけど、わざと火をつける人には厳しい罰則が待っているのだ。アンチラ7検定隊の司令官さんが言っていたのだ。この取り組みは、特に荷車がよく使われる田舎の道で、みんなが安全に過ごせるようにするためなのだ。だから、車を運転する人も、荷車を引く人も、みんなが責任を持って行動して、命を守って悲しい事故をなくしていこうって呼びかけているのだ。みんなで協力することが大事なのだ。マダガスカルのニュースは、サッカーやバスケの勝利、トエラ王の歴史的帰還、コメディアンの活躍、そして交通安全の取り組みまで盛りだくさんだったのだ。スポーツで輝き、歴史が動き、文化が発展し、安全への意識も高まっているのだね。このユニークで魅力的な国から、これからも目が離せないのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。